はい、地球玉系なんじゅです。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。今回紹介する商品はこちら、アルゴファイルさんの新商品ですね。スター P70 という商品でございます。電動ミニルーターでございます。そもそもこれどういうのに使うのという方もおられるでしょうから、まずはね、いろいろ使って、でこの前の商品がスターライトっていう商品なんですけど、何がどう変わったとかね、そういったものをレビューできればと思っておりますので、今日一日よろしくお願いします。改めまして、今回紹介する商品は、アルゴファイルジャパンさんのスター P70 です。主に4つのことができます。カットする、穴を開ける、そして削る、研磨するですね。それぞれですね、粉が出ますから、同じくアルゴファイルさんのラップボード5ですね、この粉を吸ったりしてくれる商品なんですけども、あとは軍手マスクと、怪我しないようにですね、こういうような準備をしておくといいかなと思います。それでは使っていきたいと思います。こんな感じで綺麗に切断することができます。この先端のところをビットって言うんですけども、こちらの先端を変えることで違うね、作業ができます。今回はこれドリルにしたので穴が開けることができます。それではやってみたいと思います。めっちゃ綺麗。ほら、めっちゃ簡単に。肉抜き簡単。続きましては削っていきたいと思います。またビットの先端が様子が変わってますね。当て方をね、工夫すれば少しずつ削れますし、こう押し当てると大胆に削ることも可能です。こう電動工具だからこう暴れちゃうんじゃないかと思うかもしれないですけど、意外と繊細なこういった削り方もできます。続きまして最後ね、研磨することもできます。ちょっとだけコンパウンドをピッとつけて磨いていきたいと思います。それでいきます。手でこするの考えたらしんどいもんね。電動の方が早く楽にできますね。こんな感じでピカピカになりました。性能はね、しっかりお見せできたと思うんですけども、アルゴファイルさんといえば、スターライトっていうこちらの商品がめちゃくちゃ有名で長年愛用されてたんですけども、こちらとどう違うかというとですね、単純に後継機。回転数は同じ最大35,000回転なんですけれども、ハンドピースがですね、ちょっと短くコンパクトになっていたりとか、あとは操作がタッチパネルになってるんですよね。回転を正転逆転とか、あとはフットペダルがついているので、このフットペダルにするよとかね。全部こういうのはタッチパネルで操作ができます。あとですね、驚くのがですね、これ本体めちゃめちゃ軽いんですよ、これ。さっき測ったら400ちょいグラムぐらいしかないです。で、こっちのスターライトはですね、1.2 キロぐらいあるんですよ。全然違うんですね。なんでこんなに軽いのかっていうと、スターライトの方は全てがこの中に入ってるんですね。大事なものが。だから重たいんですけども、スター P70 の方はですね、こちらのアダプターの部分と本体の中に入っているもので2箇所に分けてるんだそうです。なので重さが違うわけですね。だからこのアダプターはちょっとやっぱ重たいんですよ。なんでこう分けたかっていうと、故障した場所によってメーカーさんに問い合わせてこういうところが不具合出ましたって言ったら、じゃあ今回本体送ってくださいとか、でこっちのアダプターの方を送ってくださいとか、修理がしやすくなった。今まではスターライトはどこか不具合起きたらもうこの本体ごとね、送らなきゃいけなかったんですけどっていうことで、この2つに分かれていることでこの本体がめっちゃ軽いという。あとはですね、スターライトはハンドピースを置くのが、こういった別パーツなんですよね。だからこういう感じでセットするんですけど、僕これね、よくなくしちゃうんですよ。だからどこに行ったかなってガサガサ探さなきゃいけないんですけど、このスター P70 はですね、ここに穴が開いてまして、ここに挿せばセットできますので、はい、スタンドどこ行ったかなって探す必要がないんですよ。で、あとは、ここに穴が開いてるんですけども、これビットを6本ほど刺して置いておくことができます。これもいいですよね。自分が今回模型に使うビットはこれとこれとこれってここに並べておけば探さなくても済みますし、僕みたいな片付けが苦手な人間にはね、ものすごくいいかなと。あとは何といっても、こうやってね、スイッチを入れて回転数がわかるっていうのが、一番やっぱりいいんですよ。これは理由がありまして、ビットっていうのは頭が大きいものは回転数あんまり高いと良くないんですよ。怪我しやすいという意味で。
あとは柔らかい素材とか、こちらも回転数が高いと良くないです。これは溶けてしまうからなんですね。ビットっていうのはこの説明書の方に最大この3万回転以上は出さないでねとか、1万5000回転以内でお願いしますとかってビットに注意書きがしてあるものが多いんですね。ここで数値で見て扱ってもらったら、このビットを長持ちさせることもできますので、やっぱりいいですよね。あとはですね、フットペダルの違いもありまして、スターライトの方はこうフットペダルを踏んでる間動くんですね。で、足を離すと止まると。こういった仕様なんですけども、スター P70 の方はですね、フットペダルをこう押すと回転します。で、この時足離して OK なんですね。で、止めたかったらもう一回踏むと。こういった仕様になっております。で、これはペダルにその性能差があるわけじゃなくて、本体のプログラムなんで、このペダルをね、交換したらね、逆になりますかとか、それはなりませんので、スターライトをですね、僕長年扱ってたので、今回ね、スター P70 ちょっと使ってみて、僕の感想なんですけども、僕基本フットペダルでやるんですよ。さっき話したスイッチをこう踏んでる間動いて、離したら止まるに慣れすぎて、今のところここがむっちゃ僕は個人的には使いにくいんですよ。踏みっぱなしにして離したらね、止まるって思ってるから、あれ止まらないぞみたいな。で、これでもう一回、押すんだったみたいな。これからね、ちょっとスター P70 ね、使い慣れていかなきゃな、みたいな。社長に話したんですよ。なんでこのスイッチタイプにしたんですかって言われたら、これ商品化されるまでに意見が割れたらしいんですよ。模型業界にはどっちのフットペダルがいいかってぜひね、コメントで聞かせていただきたいって言っていただいたので、今回ね、YouTube のこのコメントの方に、フットペダルはこっちタイプがいいですとか言ってね、僕も興味があるので、ぜひね、コメントいただけたらと思います。あと一つ、僕は個人的にね、気になっているところなんですけど、例えば26000回転で切って、次にもう一回スイッチを押すと26000で回転数を覚えてくれてるんですよね。で、これ試しに今こう切るじゃないですか。で、これダイヤルをこう下に回してスイッチ入れると0なんです。この位置が26000ぐらいかなっていう、すげえ26000なんですけど、フット機能にしたかったらこのままボタンを押してもらうとフット機能になるんですよね。で、今これフット機能になった状態で電源を切ってつけると、フット機能になってないんですよ。だからフット機能を覚えてくれてないのがちょっと僕の気になるポイントかなと。スターライトの方はもう物理スイッチだったんでフット機能は残されてるんですけども、フットペダルめちゃめちゃ使うんで止まってると思ってて電源したら動き出してちょっと困ったみたいなのね。これも慣れなんですけど、なんでフットペダルを多用される方はつけるといきなり動いちゃうので、そこだけね注意かなと思います。慣れが必要かなと。最後ですね、気になるお値段なんですけども、地球堂では税込み34,980円で売っております。本当にね高価なものなんですけども、プロ仕様の商品ですので、ぜひね検討してもらえたらなと思いますし、ここでですね、電動工具全般に言えるんですけど、長持ちさせるワンポイントアドバイスとしまして、少し最初の1回だけでいいんですけど、鳴らし運転をですね、こうやってボタンを押して5分10分ぐらい回転させてもらうと商品が馴染んで長く使うことができますので、1回だけでいいので、これも僕のおすすめでございます。あとですね、これすごい大事なことなのでお伝えしたいんですけども、買った時にですね、最初にこのハンドピースの先端にこのブランクバーっていうんですけど、何の先端の加工もされてない棒があるんですけども、こちらね、捨てないでください。これなんでかっていうとですね、片付けをするときにこのブランクバーでこう締めた状態で片付けしてほしいんですね。っていうのが、これ何もない状態で締めてしまうと、中のバネがですね、ちょっとおかしくなってですね、開きが悪くなることがあるそうなんです。ずっと何かを挟んだ状態にしておいてほしいんですね。すごい大事なことですので、ぜひね、このブランクバーなくしてしまわないようにご注意ください。もしなくしたらですね、何かのビットは必ず挟んでおいてください。というわけで今回紹介させてもらった商品はアルゴファイルさんのスター P70 のね商品です。これ色がですね黒と白がありますので、お好みを買ってもらえたらなと思うんですけども、地球堂よく出てくださる社長がですね、こちらの商品紹介させてもらった時にコメント欄しっかり読みますというふうに言っていただいたので、フィードバック大好きな社長ですので、はい、ぜひですね、いろんなコメントもらえたらと思っております。というわけで、こんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。プロ仕様です。